3つの中から気になるカードを選んでね。君のゆるいタロット占いが私を癒してくれるから、ゆる占いチャンネル。こんにちは。ゆる占いのぐしゃくんです。このチャンネルは毎日お疲れのあなたのガチなお悩みからちょっとしたネタまでをゆるーく占って癒しとちょっとしたお楽しみをお届けするチャンネルです。ガチなテーマでもゆるいテーマの時でも見ている方に癒しとお楽しみをお届けするためのチャンネルなので、リラックスしてゆっくりお楽しみいただけるような占いをしていきます。見ていただいているあなたもぜひくつろいでゆっくりしていってね。今日のテーマはなんだか疲れてる、どうしたらいいです。疲れるよね。毎日大変だよね。みんなお疲れ様。暑いしね。じゃあ、3択を用意していきます。ピンとくるものを選んでくださいね。はい、混ぜていきます。みんなお疲れなの、どうしたらいいの？このお疲れ、どうしたらいいの？一つ目はこれにします。はい。もう一つ目。これでしょ。はい。はい、これ。じゃあちょっと、3つの選択肢を入れていきますね。1、2、3で、ちょっと上に木ごまを置いていきます。はい。一つ目の選択肢はこちら。うさちゃんが乗ってます。二つ目は、ペンギンの赤ちゃんが乗ってます。はい。三つ目は、猫ちゃんが乗ってます。ピンとくるものを選んでくださいね。この後、選択肢ごとに占っていきます。さあ、決まりましたか？ OK ですか？決めた方は概要欄に選択肢のタイムスタンプを載せておきましたので、ジャンプしていただいてもいいですし、お時間がある方はもちろん全部見ていただいても結構です。それでは、いってらっしゃい。それではまず、選択肢1の方、占っていきます。で、ちょっとこれはね、横の方に見えないところにちょっと置いておきますね。はい。では選択肢一つ目、うさちゃんの方。じゃあ見ていきましょう。これが今回のね、テーマカードっていう感じで置いていこうと思います。お、ザ・マジシャン、魔術師。何かしようとしておられるのでは？このね、このカードね、キーワード書いてあったりするんですけど、想像力、奇跡を起こす、技術、意志、起源、才能みたいな感じで、もう、このね、魔術師さんはね、いろんな道具を前にして、もうやる気抜群っていうか、これから何かをやっていくぞ、始めていくぞ、みたいな感じのカードですよね。だから、この選択肢を選んでくださった皆さんは、これから何か始めていこうと思っているのか、または、今はね、全くそんなこと思ってなかったとしても、そういう何かこれから湧き出てくるのかもしれないですね。お疲れだけど、なんか、やる気がある、みたいな状態ですかね。よし、じゃあ占っていきたいと思います。今回はね、せっかくなので、このゲームにですね、このゲームのカードを使ってるんですけど、この君のゆるいタロット占いが私を癒してくれるからゆる占いっていうゲームのカードを使ってるんですけども、それに、占いね、皆さんの一人でもできるように占い用のね、シートを用意してるので、それ使ってみていきます。はい、じゃあせっかくなのでね、ここ置いときますね。で、これとは別のデッキを使って見ていきます。これね、出なくなっちゃいますからね。こっちが新しいデッキなので、それを使って見ていきます。どんな感じで見ていくかというとですね、まず1枚目、過去、原因となったことのカードをここに置いていきます。今にね、影響している過去とか原因、理由、なんでこんな疲れてんだよみたいな原因かもしれないですね。で、ここのカードが現状、占っていることがなんで今こうなっているか、今の状態を表します。
で、このまま進むとどうなるか、みたいな答えのカードですね。で、これだけじゃちょっとよくわかんないよっていう時に解決のヒントみたいな意味合いでアドバイスカードをここに置くっていう形にしています。で、このカードをちょっと思うさま混ぜたいと思います。ちょっと混ぜますね。じゃあ、この向きで置いていきます。はい。過去、現在、未来、アドバイスって感じで置いて、見ていきます。はい。じゃあ、過去の原因なんだ。お、ザ・ワールドの逆向きだ。これね、なんかすごい完成とか、完全に調和してるとか、目標達成してるとか、満足みたいな感じのカードなんですけど、まあね、逆位置なので、なんか完成しきってないのかもしれないですね。それでめっちゃ疲れてるんじゃない？あ、ここで何かやろうとしていたものがなんか完成しきってなくてちょっと疲れちゃってるんじゃないですか？もしかして。はい、次。現状。なるほどね。これ、吊るされた男のカードですね。チューブラリンで身動きが取れないとか、試練とか自己犠牲みたいな感じで、ちょっと、やっぱこの何かやりたいと思ってることが、いろいろなしがらみまたは、ちょっと状況的に許されないみたいな感じで、なんかね、うまく完成できてないことが結構辛いというか、でもなんか身動きが取れないみたいな、ちょっと、それで疲れちゃってるのかな。ね、そんな感じがしますよね。自分ちょっと縛られちゃってて辛いわ、みたいな感じしますよね。でもなんかちょっとこの人目覚めてる感あるんで、なんかヒントはね、今得つつあるんじゃないでしょうか。はい。じゃあ未来、オープン。お、いいじゃないですか。正義のカードが出ました。これはね、善悪を客観的に判断したり、正直とか公正とか、原因と結果みたいなことを表すカードですけど、まあ、原因があるから結果があるよね、みたいな当たり前のこと言ってるんですけど、なるほどね。でもやっぱできるようになっていくということなのでは？今あなた何かしらのちょっとしたヒントを得ているのか、なんかちょっと思いついてることあるんじゃないですか？それをですね、多分、やっていくことで、まあ、順当に、それが達成されていくという風に感じます。ね、ここでね、うまくまだ未完成だったけど、なんかね、この人のパワーで、うまいこといくということなのでは？ね、いいじゃないですか。なんかアドバイスあるのかな？ちょっと見てみましょうか。月。なるほどね。これね、月のカードは神秘だったり不安とか恐れ、想像力、曖昧、原因迷うみたいな。ちょっとね、迷ってる時にとか、心配事が多い時とかに出てくることが多い気がするんですけど、やっぱね、アドバイスというか、解決のヒントみたいな意味合いで読むとすると、やっぱね、ここでうまくまだ達成できてないことがある。何かのね、周りからの圧だとか、なんかまあ状況が許さないとかで、ちょっともやってて、ちょっと困ってるあなたがいるけど、でも、多分、もうね、その意思はあるし、できる能力はあるっていうことなので、それをね、このひらめきを元にやっていったら、順当にできるようになりますよ。アドバイスとしては、その時に、結構ね、これね、月のカードは、インスピレーションみたいなものがね、来るよみたいなカードでもあるんですよね。こう、想像力が湧き立つというか、月ってね、やっぱ夜のパワーがあるというか、ね、イメージがね、膨らみやすい、そういうのをね、力にしていくといい。逆に、あんまり不安になったりとか、恐れたりしないで、その想像力をね、いい方に使って、ちゃんとね、この結果が出るような行動を今していく時だよっていうことなんじゃないでしょうか。ねえ、いいんじゃない？
いかがでしょうか？ピンときましたかね？で、せっかくなので、ちょっとね、このね、うさぎちゃん選んでいただいたんで、この推しセリフから、これ推しのセリフをみんなで叫ぶためのゲームですけど、ここからね、ここから、このちょっとヒントになりそうなセリフもらっていきましょうか。ヒント、セリフ、来い。ヒントになりそうなセリフ、来い。どれにしようかな。これじゃない？これじゃない？これだ！バーン。早口言葉。いいんじゃないですか？早口言葉今あなたに来てる。テンション上げたい時とかね、もうね、迷ったりした時には早口言葉を言う。どうだろう。生麦、生米、生卵。東京特許許可局。最近面白い、芸人さんで面白い早口言葉の方いますよね。炙りカルビみたいなやつ。歩き、炙りカルビみたいなやつ。言えないけど。本買ってみましたよ。ね。あれ面白いんで、ぜひ皆さんも言ってみたらいいんじゃないか。歩き、かぶり。ダメだ。よし、オッケー。あとね、ついでにあれなんで、このまた別のね、イメコンゲームっていう似合うね、ファッションとかについてみんなで語り合おうぜっていうゲームなんですけど、こちらも使って、ラッキーカラーならぬラッキーファッションを引いてみようっていう。で、これ20種類のファッションタイプがね、入ってるんですけど、ちょっと引いてみましょうか。何が来るかな。ラッキーファッション。ラッキーファッション。あ、これじゃない？ダダン。キュート。はい、あなたには、キュートタイプのファッションがおすすめ。可愛くてガーリー。あと明るい甘い感じ。ね、ピュアな感じとか。明るくて軽いカジュアルなスタイルがおすすめです。で、これ明るいカラー身につけていただいて、悩みなどない。悩みなど気にしない。あなたのね、パワー全開でお進みください。イェーイ。少しでも参考になったり、楽しんでいただけたら幸いです。この動画が良かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録といいねお願いします。感想とか、こんなことを占ってほしいとか、もっとこうしてほしいとか、たくさんコメントに書いていってください。待ってます。それから、今、ゆる占いのね、このフルデッキバージョンを作っているので、可愛くて、初心者でも小アルカナまで全部使いこなせるカードにする予定なので、キックスターターでね、クラウドファンディングする予定なので、事前登録お待ちしてます。最新情報受け取ってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい。それでは2番目の選択肢を選んでくださった皆様について占っていきたいと思います。ね、ペンギンちゃん選んでいただきました。さあ、このカードは何だったんでしょうか？せーの、節制のカードですね。節制のカードは、このね、カードね、一応キーワードとかも書いてあるんですけど、節制、まさに名の通り節制。収容、バランス、抑制、節度、調和、健康みたいなことを表すカードなんですけど、なるほどね。これね、二つのものを混ぜ合わせて、なんかワイン作ってるんだったかな。なんかバランスをとっていくっていうカードなんですけど、このカードを今回のテーマカードとして置きながら一緒に占っていきたいと思います。このね、このカードが出るってことは、何かバランスを今取ってて結構節度ある生活をしてできてるってことなんじゃないですかね。で結構健康なのでは？なのに何かが疲れているのかな？どういうことでしょうね。ちょっと見ていきましょうね。で、このね、このゲームに一緒に入れている、このゲームはね、みんなでタロット占いしてワイワイ盛り上がろうみたいな感じのゲームなんですけど、一人でも占いできるようにタロットカードがね、簡単にできるシートをつけてます。なので、これを使ってね、占っていきたいと思います。過去、それから現状、未来のカードを出して、最後にアドバイスもカードを出しながら見ていきます。
全部ね、こちら、ダイアルカナばっかりのカードなんですけども、一緒にどういう意味かなって考えてみてください。じゃあ、2番さん、ペンギンちゃん選んでくださった皆さんが、どういうことでお疲れでどうしていったらいいのか。なんか1枚落ちちゃったんですけど、もしかしてこれかもしれないので置いてきますね。これじゃない？そして、これじゃないかな。本当はね、これまとめてやるんですけど、なんかちょっと、今の流れで取ってっちゃいますね。これじゃない。はい。これだと思います。ちょっと、イレギュラーな出し方ですけども。これで占っていきたいと思います。はい。はじめのカードはね、1個だけちょっとポロッと落ちたカードがありまして、そちら採用しました。審判のカードです。このカードですね。天使がね、ラッパ吹いてますよね。これもう復活の時、なんかキリスト教圏でいう復活の日みたいなのありますよね。名前、ちゃんとした名前忘れちゃいました。でもまあ、テーマとしては審判。最後の審判。復活したり、結果がね、出たり、再創造したとか、あとね、この天使が呼びかけてきたりとか、決断したり、救われるみたいな意味合いを象徴してるカードです。これが過去の原因に出てるってことは、何か、こう、疲れてる原因ってことなんで、何かすごい決断したんですかね。または何か、もう一回やり直しだみたいな状態になったのかな。すごい、こう自分の力では割とどうにもならないことで思いがけず何かやり直しだみたいな状態になって、そのおかげでそれは自体はいいことなんだけど、結構疲れてるとかなのかな。じゃあ次、現状のカード見てみましょう。教皇のカードが逆向きですね。これはルールに従うとか、モラルだったり、教育だったり、あとなんかこう、信者グループみたいな、何かね、集団に帰属してるみたいな意味合いを表すカードですけど、逆で出てますね。まあ、そんなにね、逆だとしても、意味自体は大きくは変わらないと思うんですけども、なんか、ここからの流れと、あと、このね、カードで合わせて見ていくと、すごいバランスをとってる方で、ね、うまくバランスをとってる方でもう一回再創造してるみたいな状態。復活みたいな感じなんだとすると、でもなんか、この集団行動みたいなものとか、ちょっと、再創造のせいで、ちょっと、教育面だったりとか、集団での行動だったり、ルールだったりだとかが、まだね、ちょっと途中っていうか、作ってる途中なのか、まだちょっとうまくね、稼働しきれていないな、みたいな状態で、ご自分自身はね、すごいうまくバランスとってやられてるのだろうなと思うんですけども、なんか、まだ、周りを含めて、うまくは生ききってなくて、それがちょっと疲れてる原因なのかなっていう風に見えますね。じゃあ次、未来、このまま進むとどうなるのかな。ジャッジメント。これ、一番の選択肢の方にも出ましたけど、ここの位置に。なんでまあ、ね、完全にランダムで取ってるんであれですけど、善悪を客観的に判断するとか、正直さ、公正さ、原因と結果みたいなのを表す正義の女神ですね。で、はかりのね、重さが実はこの人違うの持ってるんですけど、釣り合いが取れてるから、その正しさっていうか、それは、この、完全に同じだからといって、正しいっていうわけじゃないっていうことも表してますよね。で、この流れで正義が出てるんだとすると、でも基本的にはここでの教育なり、この集団行動みたいなものが、だんだんまあ時間が経つにつれうまくできるようになっていき、最終的には、
良い形で決着するということなのではね。で、結局バランスも取れた結果になるみたいなことなのでは全然特に問題ないのでは。お疲れな皆様の、じゃあちょっと皆様へのアドバイス見てみましょうか。どうしたんだ死のカードが出てきましたね。ですって書いてますけど、定め死、終了、再生、変化への恐れみたいなのがあるんで、これはアドバイスとしてみると、やっぱここで、この前で一回って言うとあれですけど、一回何かが終わったのか、なんか新システムに変わったとか、なんか新しい何かが始まった、一旦前のやつはなかったことになるぐらいの何かがあって、新しく始まったって感じがするんで、それ自体へのダメージが結構感じられるのかもしれないけれども、結果、それはあった方がいい終わりだというか、もう決まってしまって終わってしまったことなので、割とどうしようもないので、どうしようもないことなので、どうしようもないんだなって思って、恐れずに、あるがまま進んでいきましょうみたいな。向こうには密かに太陽も出てますので、一旦必要な終わりだったと思っていただいて、ちょっと今はね、結構周りのね、状況が、なんか、こんなに言ってるのにやってくれないんだみたいな状態かもしれないし、なんかちょっとね、システムがうまくいってないみたいなことかもしれないんですけど、教育がね、うまくいってないとか、そういうことも、結果としては、これをね、なんとか、うまく整えていただいて、正しい、正しさ、正直さ、バランスを取るみたいな形で、いい方へ進んでいっていただくということなのでは。で、その時に、決まってる、もう動かしようがない終わりみたいなののことは、ちょっとそのまま受け止めて進んでいった方がいいのではっていうことですかね。はい。何かヒントになりましたでしょうか？じゃあね、せっかくなのでですね、この2番の選択肢の方にですね、こんな、ちょっとアドバイスになりそうな、推しセリフ、これね、推しセリフを叫ぶためのゲームなんですけど、推しセリフ、あなたにおすすめのセリフをもらっていきたいと思います。なんかおすすめのセリフ、好きなセリフ、アファメーションとかね、よく言いますよね。なんかちょっと自己肯定感を上げること言うといいみたいな。好きなセリフ言うのもね、ちょっとね、いいと思うんですよね。さあ、これじゃない？せーの、えい！キュンとするセリフがおすすめです。愛してるとか。ロミオあなたはなぜロミオなのみたいな。もう少女漫画とか読んだらいいんじゃないですかね。はい。恋愛もののね、ドラマ見るとか、映画見るとか。よし、じゃあさらにですね、この選択肢の方に、このまた別のゲームですけど、イメコンゲームっていう似合うファッションスタイルとか、ファッションタイプとかをね、診断し合ってワイワイしようぜっていうゲームなんですけど、ここからもおすすめ、ここにね、20種類のね、カードがありますので、ファッションを記載したカードがありますので、この中から、ラッキーファッションを引いていきたいと思います。あなたのラッキーファッション。これね、見た時からだいたい3ヶ月ぐらい、長くて3ヶ月。見てから1、2、3ヶ月ぐらいの結果だと思ってください。あんまりね、タロットは長い時間には向いてないっぽいので。はい、じゃあ。ラッキーファッション来い。これじゃない？せーの、バーン。ロマンティック。ロマンティックあげる。すいません。これね、はい、ロマンティックなファッションがおすすめです。これはですね、優美で幻想的、夢みたいなふわふわっとした甘く繊細なロマンティックなスタイルがおすすめです。
すごいね、パステルカラーとか白とかグレイッシュみたいな感じの明るいカラーだとか、柔らかい水彩の柄とかね、あと、まあ、文字もね、おすすめだし、折り柄っていうんですか、折った目地で、柄を表してるみたいなのもいいと思います。男性もね、少し柔らかめのファッションとか取り入れてみてもいいのではないでしょうか。というわけで、はい、ペンギンちゃん選んでくださった皆様への占いは以上になります。楽しんでいただけましたら幸いです。よかったらチャンネル登録といいねボタンポチッとお願いします。それから、感想とか、こんなこと占ってほしいとか、もっとこうしてほしいみたいなたくさんのコメントお待ちしております。あとですね、ゆる占いのね、フルデッキ版を現在作っておりまして、超ゆるくて可愛い初心者でも超使いこなせる素敵なカードにする予定なので、キックスターターでね、クラウドファンディングする予定なので、事前登録して最新情報を受け取ってください。概要欄をチェックしてね。それじゃあ、またお会いしましょう。またねー。はい、それでは、選択肢3番を選んでくださった皆様について占っていきたいと思います。あなたがなんか疲れてるのはどうしたらいいのっていうことについて。はい、この猫ちゃんのカードの後ろのカード何だったでしょうか。せーの。ぽい。悪魔。どうしたんでしょうか。これはね、このカードね、下にね、キーワードとか書いてあるんですけど、誘惑、欲望、依存、やめられない、持ちたいだみたいな。このね、カードね、悪魔になんか繋がれてる人が映ってるんですけど、なんかね、別にね、抜けようと思えば抜け出せるんですけど、この人たち。やろうと思えばね。でもなんか繋がれてる方が気持ちいいし、もういいか、みたいな感じで、こう、惰性でね。あとやめられない。分かっているけどやめられない、みたいな感じで繋がれたままになってる、みたいなカードです。これが出たということは何か、ちょっと何かにハマっちゃっているのでは？それがお疲れの原因なのでは？って感じがしてきますね。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思います。今回はね、この、ゆる占いっていうこの、ゆるくね、占うための、ゲームなんですけど、これにね、一緒に入れている、このタロットリーディング用のシートを使って見ていきたいと思います。過去、現状と未来のカードを出して、最後にアドバイスカードを見て、全体をね、読んでいきたいと思います。でこちらのカードを思う様ね、混ぜさせていただいて並べていきますね。3番のこれかな、なんかこれのような気がしたので、で、ちょっと、お疲れどうしたらいいの？みんなどうしたの？はい。じゃあ、開いていきます。皆様のこの過去の原因になっているものは何？お？愚者くんじゃん。ねえ、愚者くん出てきました。これはね、自由、無邪気、愚かさ、無限の可能性、冒険みたいな感じなんですけど、この子はね、赤ちゃんみたいな感じで、もうどこにでも行くし、超やる気に溢れているんだけれども、まだその力の使い方を分かってないみたいな感じのカードです。で、その子が裏向いて出ているので、まあなんか、すごいパワーはあるんだけど、まだ、ちょっとどこに行くつもりかわからないのかなみたいな感じがしますね。あとなんか、もしかすると何か思うところはあるんだけど、こう、直感みたいなね、なんかこの思いつきみたいなことは、がうまくできてないとか思いつくんだけどできてないとか、まあそういう感じかもしれないですね。これと一緒に見ると何かにハマっちゃってて、それのせいでなんか、あなたのね、自由な無限の可能性がこうちょっと今うまく動いてないな、みたいな。スマホ依存とか、ゲーム依存とかよくありますよね。なんたら依存みたいなやつとか。まあ、それのせいでちょっとあなたのね、無限の可能性が少しうまく働いていないのではみたいな状態かなと思います。じゃあ、現状どうなっているのが、月はね、神秘とか、
神秘とか不安、恐れ、想像力、曖昧、迷うみたいな感じのカードなんですけど、それも逆向きで出てきてますね。まあちょっと、やっぱ迷ってるのかな迷ってるというか、先行きちょっと、先行き不透明みたいな。なんかにやっぱ、何かにハマりすぎているせいで、ちょっとやっぱり、ねえ、ちょっと不安だったり、ちょっと、ねえ、方向性定まらない感じになっている風なのがこの2枚から感じられますよね。どうしたの？どうしてしまったの？じゃあ、未来、どうなるの？どうしたの？をね、はい、見ていきますね。これね、ザ・タワーと、ショックな出来事とか、突然の変化、破壊とか崩壊みたいなことを表しているカードです。なんで、後ろ暗くて結構ね、怖いカードみたいな風に見えがちなんですけど、まあ、結構これ神のね、メッセージみたいな意味合いもあるので、なんかビビーってくるのかもしれないですよね。このまま行くとね。なるほどね。でもね、こんだけ迷ってるから、ここでも、もう一回壊しちゃった方が、迷いが吹っ切れて新しく始められるということでは？ねえ。一回切っちゃった方がいいのかもしれないですよね。なんかその依存関係なのか、依存状態みたいなのか。ねえ。ちょっとアドバイス見てみましょうよ。ね。全部逆じゃん。どうしたん？全部逆だからもう、いっそ表向きに読んでもいい気すらしてきますけど。全部こっちが、いや、バラバラですよね。いや、一瞬全部同じ向きになってんじゃないかと疑ってしまいます。なるほどね。これは、女帝のカードですね。もう愛みたいな、愛と繁栄みたいなカードですけど、愛、繁栄、育てる、母性、豊穣、自然、結婚、出産みたいな、もうね、実り豊か、あとすごい優しい母性あふれる女性。女性そのものというよりは、自分の中にあるこう愛とか、あとはこの、もたらされる自然の恵みみたいなのを表してるカードですけど、なるほどね。もうこれすらひっくり返ってきたってことはもう全部ね、表向きにしていった方がいいってことなんじゃないかな。あなたの、こうなるとすごいスムーズな気がする。めくっちゃった。なので、あなたのね、今ちょっとうまくいってないかもしれないけど、あなたのこのね、欲望などを、まずね、自分でちょっと認識してみてですね、あなたの無限の可能性みたいなのに気づいてほしい。そして、今ね、ちょっといろいろ迷ってるかもしれない。こいつのせいかもしれないし、この人がね、ちょっとね、うまく見えなくなってたせいかもしれないけど、迷ってるかもしれないんだけど、迷ってる時っていうのは、すごいあなたのイメージ力が湧いてる時なので、そのね、想像力だったり、イメージする力、あとなんか、無意識のね、メッセージみたいなのがビービーって来てるのかもしれないので、それと何とかして、こう、アクセスしつつですね、こいつ、もういっそね、こいつの悪影響をですね、断ち切って、一旦リセットするぜみたいな感じにしてですね、そして、この人の豊かさを味わおうぜ。愛と母性、安心感ありますよね。この人の安心感、愛、繁栄、あと豊かな実り、美味しいね、ご飯も食べたいし、ね、ご飯の美味しさを味わったり、自然の豊かさを味わったり、そういうのがアドバイスなんじゃないかな。というわけで、今回の占いはこんな感じになりました。でね、せっかくなので、このね、あなたへのメッセージとして、この推しセリフっていう、これは推しのね、セリフを叫ぶためのゲームなんですけど、ここから、あなたにおすすめの推しセリフを引いていきたいと思います。この、推しセリフを叫んで、テンション上げていこうぜ。これだバーン。早口言葉また出た。早口言葉1の方にも出ましたね。生麦、生米、生卵とか、隣の客はよくかき食う客だみたいな。何かちょっと疲れてしまった時には、早口言葉がおすすめです。
すごい眠くなった時とかに早口言葉を言うべく練習してますけど、早口言葉いいんじゃないかな。あとね、もう一個、せっかくなので、はい、こちらのゲーム、イメコンゲームっていうね、あなたが一番盛れるファッションタイプをみんなでワイワイ言おうっていうゲームなんですけど、こちらからこちらのカードね、20種類ほどファッションタイプが入ってますので、その中からあなたに、この3番を選んでいただいたあなたにおすすめのラッキーファッションを引いていきたいと思います。この方へのラッキーファッション、これだ！クリエイティブ。あなたにはクリエイティブなファッションがおすすめです。個性的、独創的、意外性、オリジナル、インパクト。ルールにとらわれない自由な世界観を表現するスタイルってことで、まあね、もう蛍光カラーとか、もう黒、白、黄色、青みたいな、ガツンとくるカラーを着こなしてください。そうだよね。こんなちょっとさ、今大変そうな状態なので、もうテンション上げていくしかないですよ、服で。もうね、キノコ柄とか、ヒョウ柄とか、もうね、インパクトが強い服ガンガン着てください。はい。テンション上げていきましょう。そして、このね、愛を受け取ってください。というわけで、3番の皆様への占いは以上になります。何か少しでもヒントになれば幸いです。この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録といいね、ポチッとしてください。感想とか、こんなこと占ってほしいとか、もっとこうしてほしいとか、たくさんコメントお待ちしてます。それから、ただいまですね、ゆる占いのフルデッキ版を作ってます。超ゆるくてね、かわいい、初心者でも初めてでも大アルカナから小アルカナまで使いこなせるカードにする予定なので、キックスターターっていうね、クラウドファンディングでやる予定なので、事前登録して最新情報を受け取ってください。概要欄をご覧くださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てねー。